皆さんこんばんは。今日は相手と同じ立場に立つ難しさ、そこから学んだ歩み寄りについて話していきます。これは、仕事を通して感じたことです。で、いろいろどう話そうかなって考えてて、なかなか難しくって、もしかしたら今日はちょっとまとまりがない感じで終わってしまうかもしれないんですが、この感じたことを、形に、残していきたいので話してみます。で、私、日本語を教えています。もういきなりですけど。で、私、英語をこれまで、勉強してきました。英語大切だなと思って勉強してきました。だから、語学を学ぶ大変さっていうのは分かります。分かっていると思います。なので、日本語を勉強してくれるって、もう前もありがとう、感謝って大切っていうことを配信したんですけど、いや、本当に日本語学んでいただいてありがとうって感じてます。自分も日本語を教えていて、自分日本語が母国語なので、難しいって難しいなって感じる時もありますけど、そんな考えずに、過ごしてました。ただいざ教えていただく側になった時に、いやもう日本語って難しいなって感じました、まず。ひらがな、カタカナ、漢字、3つの文字学んでるのみたいな。みんな驚きですよね。で、そこから文法も英語と違いますし、順番。だからその辺ドッヒャーって感じですよね、皆さん。外国の方からすると。だからそれを学ぼうっていうそのチャレンジ精神、素晴らしいなって思いますね。自分が日本人じゃなかったら学ぶかって言ったら、どうなんだろうって思いますね。逆に日本人で日本語をが母国語で、良かったなっていう部分はあります。そこはさておき、自分も英語学んできて、言語を学んできて、その大変さっていうのはわかるので、いざ皆さんが学んでくれた時に、やっぱり頑張ってるけど、なかなかうまく進めないから、ちょっと気落ちしちゃう時があるんですよね。そういう時って励ましの言葉だったりかけるんですけど、その時に、自分だったらこういう感じで勉強してっていう、それが基準になって話をしてる時があるなっていうのを客観的に感じて、それって、変えなきゃいけないなって思ったんですよね。自分はそれでいけたけど、一人一人生徒は自分とは違うから、生徒のペースに合わせて、生徒の目線や立ち位置で考えないと、結構プレッシャーに感じるなっていうのを、指導させていただきながら感じました。最初そこが難しくて、どういう風にしたらもっと生徒側が楽にリラックスして学んでもらえるかなって考えた時に、自分もやっぱりなんとかみんなに日本語を話してもらえるようになってほしいっていう気持ちから熱くなっちゃうんですよね。ガンガン行こうぜみたいな。だけど生徒それぞれ性格違うし、ペースも違うので、ダメだ、それ押し付けになっちゃってると思って、一歩引いて、それぞれの生徒の性格を見ながらやるようにスタンス変えたら、それぞれうまく回るようになって、こういうことだなって感じましたね。
だから自分がこう日本語を、教える側ですけど、もう教えてますけど、もう教えていただいてるなって感じです。生徒の皆さんから日本語を教えていただきながら自分も成長させていただいてる。そして生徒の皆さんも少しずつ成長してってくれてる。もうそういう感じだなって思いました。こう一緒に勉強していく時間が長くなっていくと、それぞれ生徒さんの性格っていうのは徐々に分かってくるので、まあレッスンもやりやすくなってくるんですけど、だからってね、毎回うまくいくかって言ったらそうでもないですし、やっぱりその時の体調とか、あとはその生活スタイルとか、いろいろ皆さんお忙しい中日本語を学んでいただいているので、なんかその辺も本当に一日一日一回一回もう勝負だなって思いながら私がやってます。そんな安易に生徒さんには気楽にしてほしい、気楽にレッスンしてほしいですけど、もう自分はその時その時の生徒さんの気持ちだったり疲れ具合だったり、今日はこれぐらいの方がいいかなとか考えながら、調整しながらしていかないといけないなっていうのは、毎回授業をさせていただきながら感じています。で、今日の話はなんか結局本当シェアです。自分が仕事をしながら感じたことを今後どういうふうにしていったらいいかなっていうのを、皆さんとシェアさせていただきました。今日はこれで終わります。ありがとうございました。